はい、どうも、シンです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、ボブズトールテイルスチームパンクアセント超便利アイテム6000をお送りいたします。ボブズトールテイルスチームパンクアセントが実装されまして、数多くの便利なスチームパンクのアイテムたちが実装されました。今回はクラフトに絞って6つ徹底解説をしていきます。本当は7つあるんですが、1つは少し特殊でいろいろ機能を持っているので、別途次回ご紹介させていただきますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。スチームパンクのアイテムたち、少し癖があるもの多くてですね、もしかすると気づいていない機能などもあるかもしれないので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編、どうぞ。ではですね、まず、後ろに見えております、蒸気炉からご紹介していきます。蒸気炉はですね、かなり効率的ではあるんですが、悩ましいところもあるので、その辺も含めてご紹介していこうかと思います。まず、蒸気炉なんですが、簡単に言うと、工業炉の上位互換になるんですが、工業炉、ASA では発電機で電力で動かすことができます。このように金属鉱石を焼いて金属インゴットに変えていったり、あと木材を炭に変えたりという機能があります。これも精錬炉の上位互換にはなっているんですが、これをさらに凌駕したのがこの蒸気炉ということになります。蒸気炉ですね、困ったことが一つありまして、こちらに記載がある通り、電力では動きません。起動にはエレメントが必要となります。エレメントで起動していただくと、このように精錬に入りまして、インゴットを生成してくれます。通常、工業炉の場合、金属鉱石2に対して金属インゴット1生成されます。これは精錬炉も一緒で、違いは一気に金属鉱石を焼いて大量の金属インゴットを生成するというのが工業炉です。蒸気炉に関しては同じように大量の金属鉱石をインゴットに変えてくれるんですが、効率がいいのが金属鉱石3に対して金属インゴット2生成します。わかりやすく分母を合わせると、工業炉が6分の3に対して蒸気炉は6分の4生成されます。少し金属インゴットへの生成効率が良くなります。ただですね、少し問題なのがエレメントを使うので、それに対してどうかっていうところが悩ましいところですね。アベレーションの場合は大量に金属鉱石も手に入るので、工業炉でもいいような気はするんですが、逆にエレメントも比較的集めやすいマップになっておりますので、ボス戦以外でもですね、こちらの充電式発信機でですね、アベレーションの素材を使ってエレメントを作ることもできますので、こちらを使って大量の金属を生成するというのも悪くはないかとは思います。ただエレメントを使うので悩ましいところですね。続いてリンクされた収納ボックス。これもですね、なかなか画期的なアイテムとなっておりまして、その名の通りですね、このリンクされた収納ボックス同士が同じものを保管する共有保管庫ということになります。今回は便宜上近くに置いてますが、基本的には離れたところで利用いただくというものになります。今こちらカラーになっておりまして、右側もカラーになってます。左側に例えばテック専用ストレージを入れると、右側開いても同じものが入っている。もちろん右側から出すと左側のアイテムはなくなります。利用用途としては、例えば採取場所に1個、拠点に1個あれば、
採取場所、そのままリンクの収納ボックスに直して、拠点の収納ボックスから出して、鉄とかであれば工業炉に入れたりとかですね、移すことができるというものになります。収納できるのがストレージ50個までとなっておりまして、50スタックまでであれば、このリンクされた収納ボックスで遠く離れた場所でも輸送することができます。かなりシート的なアイテムですね。ただ、稼働中となっている通り、電力が必要となります。このように動力なしの状態だと、共有ストレージを開くことができなくなっています。入れることも出すこともできません。ただしですね、電力を切り立ての場合は、このようにパワーダウンインと出てますが、5分間は動力なしの状態でも共有ストレージを開くことができます。もちろんアイテムを入れて別のところから動いているものであれば出すことができます。もう一つ、サークルメニューを開いていただくと、このように共有のストレージの部分と、もう一つ、ローカルにインベントリーがあります。ここは2個だけになっておりまして、通常のアイテムを入れたりはできません。このように充電式バッテリーのみ入れることができます。今これは0なんで電力発生しませんが、充電済みのものを入れていただければ発電機なくても稼働させることができます。なので、拠点から離れたところに発電機とリンクされた収納ボックスを置くことももちろんできるんですが、資源採取場所に収納ボックスと充電式バッテリーで使うときだけ充電式バッテリーで動かすという手段を取れば、発電機置かなくても動かすことができます。最小限に収めようと思えば、一旦充電式バッテリーで作動させて抜けば5分間は使えることになりますので、ちょっとした部分ではありますが、節約して使うことも可能です。ちなみに機能していると、てっぺんのところからこのように電波のようなものが飛ぶようになっています。拠点内で荷下ろし場に1個置いて、作業台であったり、炉の近くに、あと保管場所に置いておいて、使うものだけそこに取り出すという手段の使い方も可能です。もう一つ注意点としては、リンクされた収納の上限が4つまでとなっておりますので、4つ以上置こうとすると置けないということになります。あと、置く場合ですね、土台の上には置かないといけないので、直接大地に、採取場所にですね、置こうとしても置けないものになるので、土台も忘れずに持っていきましょう。以上がリンクされた収納ボックスとなります。続いて、工業食料保存庫になります。こちらも電気で動くものになっておりまして、簡単に言うと、食料保存庫の上位互換ということになるんですが、できることは保存もできるんですが、同じように干し肉を作ることもできます。必要素材は一緒です。こんがり肉1個、原油1個、発火粉3つで干し肉。原油1個、発火粉3つ、霜降りこんがり肉1個で霜降り干し肉が作れます。必要量は食料保存庫も同じものになってます。何が違うかっていうと、違う点が2つあります。食料保存庫にそれぞれオイルと発火粉入れるとスタートするんですが、なかなか進まないというものになってます。ちょっと時間では見れないんであれなんですが、このように進んでいくということになります。工業食料保存庫に関しては、このように目に見えて進行していくスピードで作成することができます。ちょっと何倍かはゲージなので測りようがないんですが、かなりハイスピードで干し肉を作ってくれるということになります。もう一つ違いがありまして、食料保存庫の場合、干し肉、今こちらですと同じタイミングでほぼ入れてるんですが、19日と22時間56分23秒となってます。工業食料保存庫、干し肉299日、9時間53分42秒となってます。飛躍的に保存期間が伸びます。これは干し肉に限らず、こんがり肉で今こちらで2時間23分。工業食料保存庫だと1日と10時間25分となってまして、
他のものでも保存期間は伸びます。ちなみに冷蔵庫でも保存期間がこんがり肉で22時間ちょっとになってますので、冷蔵庫よりも保管期間が伸びます。干し肉の生成もそうですが、食料の保管もかなり効果的にできます。他の食料に関しても保存という観点でかなり長期間の保管が可能になります。ちなみにここに記載がある通り、電気の他にガソリンでも動かすことが可能です。ちなみにこちら無精卵になるんですが、無精卵に関しては冷蔵庫だと倍時間794日となっています。食料保存庫だと79日。手持ちだと7日。工業食料保存庫だと79日になるので、長くはなるんですが、冷蔵庫の方が長くなります。必ずしも保管期間が冷蔵庫よりも長いというわけではないので、基本的にはこんがり肉とか、そういった保存に対して冷蔵庫よりも長持ちするということになります。サイズがですね、冷蔵庫の3倍ぐらいはあるので、結局食料とか腐るものですね、保存する場合、冷蔵庫に入るんであれば、冷蔵庫に入れておいた方が便利かとは思います。ただ、こんがり肉や干し肉は長持ち冷蔵庫よりもしますので、わざわざ移さなくてもそのまま放置で置いておけるという利点があります。以上です。続いて、書庫。これは本棚の上位互換ということになるんですが、ブループリント、設計図を保管することができます。本棚がストレージ100個。書庫もストレージは100個となります。何が違うかっていうと、ここに記載されているリンク済みのすべての建造物から使用が可能ということになります。これは、例えば作業台をサークルメニューを開いて、このブループリントスターリングを押していただくと、このように Add Connection という部分が出てきまして、これを押していただくと、つなぐ書庫を選ぶことができます。コネクションに関してはですね、それぞれ書庫一つずつしかつなぐことができないので、もちろん切り替えは可能なんですが、接続する。すると、このようにですね、書庫に入っているブループリントを持ってこなくても、そのまま使うことが可能となります。ちょっといっぱい入っている場合、いっぱい出てきてしまうので、ある意味めんどくさいところもありますが、使う用のブループリントだけの書庫を作っておけば、わざわざ設計図取りに行かなくても利用することができます。もちろんストレージ0になってますので、リンクしてるだけなので、設計図分の保管容量も消費しないということになります。一応ですね、書庫、どっちに繋いでたっけってなる場合なんですが、リンクしている状態で同じようにブループリントスターリングを押すと2種類のアイコンが出てきます。下の超コネクションを押していただくと、このように繋がっている青い表示が出まして、どっちと繋がっているかがわかるという仕様になってます。ずっと出していると邪魔になるので、迷った時だけでいいと思います。あと、重さになる可能性があるので、右側、リムーブの方を押すと、接続が切れるということになります。また別で他の方に繋げて、次はちょっと縦に並んでるなんですが、後ろ側に繋がったことになります。こっちは1個だけ入れているので、1個だけブループリントが見れるということになってます。書庫、サークルメニュー出していただくと、範囲を表示っていうのがあります。このように、いつも通りですね、エリアが出るんですが、このエリアの範囲に関しては、こちら、書庫に関してはですね、1枚目の真ん中に設置している状態。ここで範囲を出して距離を数えます。5、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、67ですね。
半径67マス。テックジェネレーターよりも広いので、さすがに67マス半径で作ることそうそうないと思いますので、基本的にはどこに置いても拠点内カバーできると思っていただければと思います。アーク界1範囲が広いということになります。テックジェネレーターよりも範囲が広いですね。この範囲内であればリンクをつなげることができます。ちなみに作業台や旋盤に関してつなげれる書庫は一つなんですが、書庫から同時に複数のものにリンクすることは可能です。以上です。続いて、修繕ディスク。こちらも同じように設計図を扱うものになります。一応、インベントリーあるんですが、収納は3つまでとなっておりまして、あまりそのまま使うことはないかと思います。この修繕ウィンドウを開いていただくと、このような独特の画面が表示されまして、2つの能力があります。1つは上の不安定な統合。もう一つが安定した統合ということになります。不安定な統合では材料にした設計図の平均の品質と等しい品質が得れる。ただし統合の成功率は 25% しかありません。安定した統合では材料にした設計図の平均品質プラス 20% まで品質が得られますが、ただし、その平均値の 50% が落ちる場合もあります。統合することは 100% できるんですが、品質が上下するというタイプになります。利用としては、いい BP はですね、そのまま置いといてもらって、普段使わないフィロって、そんなに品質が良くなかったりとかですね。あとは、石のピッケルとか、歯垢とかよく出てくると思うんですが、あまり使い勝手がない BP とかもあって、結構捨てられたりとか、歯垢の BP あるんで、職人見らないとか、不要なものを捨てられている方、多くいらっしゃるかと思うんですが、そういった使わない BP に関してのリサイクルということになります。例えば、同じ歯垢でもですね、0.5% しか違わないんですが、必要素材がこう変わってくる。例えばこれであれば 237% で金属インゴット22個なんですが、こちらだとですね、236.5 少し落ちるんですが、金属インゴット25個とこっちの方がコスト高いんですね。なので、コスト的にもステータス的にも使えないということになってくるんですが、ポイントは高いんですが、自分はそれ以上のものを持っているので、いらないっていう状況が出てくると思います。昔自分はこういうのを拠点の外に金庫を置いて自由に持っていけるように配ってたんですが、そういったものも含めてですね、こちらで再利用ができます。もちろん同じものを3つ入れたとしてもですね、平均値出るのでいいもの出てこなかったりとかすると思うんですが、もしかするとコストが下がる可能性はありますね。同じポイントで。ただ、どっちかというと、このように使うアイテムの BP の弱いやつ、原子で手に入れている場合において、使わないようになった高ランクの BP 入れて、この原始的なライフルに対して数値を上げる、ランクを上げるという手段を取ることもできます。ただ、この3つの中からどれかが生成されることになるので、うまく目的のライフルにステータスが乗るかどうかは運次第ということになります。それにあたって上の不安定な統合の場合はステータスが平均化されますので、ライフルのステータスを間違いなく上げることはできるんですが、成功確率 25% で、さらにですね、ライフルが生まれるというものの確率も出てくるので、結構ギャンブルなものになってきます。逆に安定した統合の方に関しては、目的じゃない方が生まれる可能性はあるんですが、ライフルが生まれる可能性もあります。ただ平均値の上振れ 20% する場合もあるんですが、落ちる場合もあります。ただですね、これ、元々が目的のもの、低いものなのであれば、安定した統合でしていれば、
同じように250とかですね、200ぐらいのものができない可能性はあるんですけども、ライフルに関しては、たとえ200ができたとしても、倍いいものができるというものになりますね。口を押すと確認が入ります。元の BP はなくなってしまうので、一応確認されます。決定すると、矢印が進んで BP ができる。これは多分平均値から落ちたと思います。なくなってしまうので、このようにですね、何回か作ってですね、ライフルにできるのをガチャるということになりますね。失敗しても、どのみち捨てていたものだったりもすると思うので、ここはですね、時間ある時にちょっと生成してみて、かけてみるというのも一つの手段かと思います。元100だったものが188のライフルができるようになりましたね。ここは運次第にはなってきますが、なかなかですね、欲しいもの、ライフルであったり、クロスボウであったり、いいものが手に入らないという場合、プレート回るのも一つですが、拠点でブリーディングの合間とかに、こういうのでちょっとチャレンジしてみるのも一つかと思います。さらに、上振れする可能性もあるので、基本的には安定した統合でチャレンジするのがいいのかなと思います。一応ですね、不安定な統合するとですね、このようになって、失敗すると火花が散ります。何も生まれない。成功確率が 25% しかないので、得られるのが平均値っていうことになってますので、おそらく安定した統合、上振れの可能性あるんですが、そんなに高くないかと思います。でないと、不安定な統合の意味が全くなくなってきますので、探索するのも一つですし、ちょっとした時間の合間にですね、BP の再利用としてやってみるのもいいかと思います。どっちも楽しめるようにバランスがいい感じに取られてますね。リサイクルも集めることに対していい感じにバランスが取られているような気がします。以上です。そして、文字盤。文字盤、かなり癖が強いので、うまく利用できていない方ももしかするといるかもしれないので、詳しくご紹介していこうかと思います。まずですね、文字盤、電力が必要となります。そして、いきなり癖があるんですが、起動していただくと、このように、ブースト準備として7時間要します。公式だとそのまま7時間なんですが、ローカルの場合は、ログアウトしてたりとかすると時間が止まるので、結構ローカルで使うのは大変です。冒険してれば自然と時間は経ってると思うんですが、結構大変です。あと、この7時間なんですが、電力を供給受けていれば時間は進んでいくんですが、発電機とかですね、電力供給が切れると、この7時間進まなくなりますので、ご注意ください。電力を与えたままの7時間ということになります。そしてこちらが7時間経ったものになります。7時間経つとですね、このように1時間使えるようになります。1時間経つとまた7時間のクールタイムを待つということになります。そしてこの状態で使えるのが能力としてクラフトスピードを2倍もしくは4倍上げるというものになります。リンクできるのはこのように数多くのものをリンクすることができます。基本生成系のものであればリンクできると思っていただければと思います。食料保存庫とか先ほどの工業用食料保存庫、その他ですね、作業台や調理鍋などクラフトに時間を要するものに関してはリンクすることができます。リンクに際して2種類のリンク方法があります。サークルメニュー開いていただいて、時計のマークを押していただくと、このように今現状は全てになっています。押していただくと個別に設定することも可能です。範囲内全てを高速化する場合はスピードが2倍。個別に選択した場合は4倍ということになります。リンクしているものはサークルメニューから目のマークを押していただくと、このように上に時計マークが出ます。さらに個別に設定した場合は時計マークに放射線のようなものが追加されまして、他のものはついていないんですが、これのみ強い光が出ます。
これですね、リンク一つずつというわけではなくて、種類になっているので、このように作業台選べば、2つ作業台があるんであれば、2つともスピードアップされます。なので、保存庫とか、先ほどの工業用保存庫を選んでいれば、大量に用意して大量に干し肉を作ったり、工業炉とかをですね、複数台置かれている場合は、両方とものスピードを上げるという手段も取れます。もちろん、このように4倍でスピードアップするということになります。ちなみに使わない場合は停止しておくと時間は進みません。起動にしていると時間が進んでいくというものになるので、作業台などを使う場合に関しては、都度オンオフしていただければと思います。工業炉や食料保存庫みたいな長時間覚醒を使うようなものに関しては、オンのままという手段もあります。これも範囲表示ができまして、範囲はこちら。文字盤はちょっと真ん中に置けないので、このように壁に埋め込んだ状態から数えます。1、5、10、15、16ちょっとありますが、基本的には半径16マスの範囲内にある設備であれば、スピードアップが可能ということになります。設置の注意点なんですが、まず設置できるのがこのように床に設置することができます。もう一つ、このように既存である壁のところに埋め込みで設置することも可能です。ちなみにこんな感じになります。裏側にちょっと出張ってしまうので、デザインは少し考えないといけません。そして、設置に関しては、近い距離に関しては、設置ができなくなっておりますので、範囲に関しては、こちら、建築の範囲になるんですが、5、10、15、17ですね。17マス開けていただければ設置することができます。要するに、この範囲の外であれば設置ができると思っていただければと思います。ただ半径の話なので、半径分16マスであれば、このように重複したエリアが出来上がるということにはなります。デザイン的に4面の時計台とか作りたい気にはなるんですが、ちょっと設置上できないということになってしまいますね。ブーストがいっぱいあると問題な面もあると思うので、この辺の制限として設定されているのかと思います。文字盤能力なくて見た目だけでも良かった気もします。以上です。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、ボブズトールテイルチームパンクアセントのクラフト大革命超便利アイテム6000をお送りいたしました。もう一つですね、チームパンクにさあ 5RM8 通称はっちゃんがクラフトに関わってくるものになるんですが、少しですね、能力と使い方に癖が強いので、別途次回ご紹介しようかと思っておりますので、楽しみにお待ちいただければと思います。後ろの蒸気炉はですね、人の好みと価値観によってくるので、何とも言い難いところがあるんですが、その他のアイテムたちもかなりスピードアップであったり、効率的に生成ができたり、今まで捨てられていた BP が再利用できたり、BP、作業台ごとに移し替えなくても取りに行ったりとかしなくても使えるという非常に便利な能力になっておりますので、個人的にはクールタイムであったり、設計図の作成確率であったりとか、いい感じにバランスが取られているのではないかなと思います。チートすぎずチートアイテムっていうバランスがですね、今回チームパンクアセントに関してはいいバランスが取れるようになってきたのじゃないだろうかと思っております。まだですね、途中ではあるんですが、各チームパンクアセントのアイテムですね、グループごとにご紹介していきますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。あと個人的にはエクスティンクションのボブストールテイル第3弾がですね、どういうものになるのか楽しみなところでもあるんですが、こちらもまた同じようにですね、解説出していければと思っておりますので、チャンネル登録してお待ちいただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ
高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。